Meshtabi Season 4 Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Osaka Kaiwai 10 des それでは早速 Let's get it started. 1. Sakai Tenpura Daikichi 深夜11時オープンの不思議な天ぷら屋さんなのに開店待ちのこの行列。相変わらずすごいっすね。ここって朝早い市場関係の人用の営業だったはずでしょ。いつの間にか締め天ぷらっていうか真夜中の天ぷら屋さんになっちゃってんだよね。ああ、渋いね。だけど客層は若者が大半。全員関西弁で超アウェイ状態の飯田ビーズ。小さくなって天ぷらを堪能させていただきます。やっぱり天ぷらは美味しいですね。素材っていう衣が美味しいんだよね。ここの天つゆなし塩なしでも美味しい。そうなんだよね。衣に秘密の粉が溶け込んでてそのままでもバクバクいけちゃう。でも本店は並びがえげつないので生の方がいいかもね。社長あげてんのかな。まだ開けてんのか行ってみよな。だ2. Wumeda Negiyaki Yamamoto う。ネギ焼きって何？お好み焼きじゃないの？ってことでやってまいりました。本当は重曹の本店に行きたかったんだけどもね。このエリアに行きたいお店固まってたからまとめてちゃちゃっとやっつけちゃいました。ネギ焼きってのは近畿地方に見られるお好み焼きの類似料理で、一般的なお好み焼きとは異なりキャベツではなく青ネギを刻んだものを大量に使用し、ネギ以外の具材がほとんど入らない混ぜ焼きのお好み焼きなのだそう。甘いお好み焼きソースが開発される以前の料理であるため、伝統的に醤油やポン酢あるいはさらっとしたウスターソースを用いる地域が多いそうだよ。こちらのお店は特製醤油とレモンのみで味付けるスタイルね。マヨネーズ、青のり等一切なしの潔さ。いや驚きましたね。ねえ、でもあっさりしてるからペロリンチョでした。こりゃいい。マヨネーズなしでこの手のものを食べたのは生まれて初めてじゃないですかい。あったわね。 3. Kyobashi Izakaya Toyo 京橋のゆるい感じが大好きな飯田ビーズ。中でも一番のお気に入りはこちらのお店。なんと壁なしっていうか完全外ですね。アウトサイド。12月ですよ。冬ですよ。本当ウケるんですけど、かなりのいろんなタイプのお店食べ歩いてますけども、ここが一番ぶっ飛んでますね。もう日本っぽくないお店。全くだ。東南アジアにはよくあるタイプのお店だけどね、日本でってのはレア。 Rare 屋台店でもないからこれで営業許可が取れてんのがすごい。取れてんのかな。こういうのがあるから大阪はいいよね。大将のパフォーマンスが楽しいね。初めて見た時は大笑いしたよね。御年70歳、豊さんお元気で何よりです。最初は軽トラの荷台で始まったんだそうね。たまたま同級生マダムが飲みにいらしてていろいろ教えてくださいました。1992年にこの場所で始まったってね。昔は一人でやってたから皿洗いとか私が手伝ってねって思い出話してくれたんだよね。ああ、でも今ではなんか海外在住言ってたね。ねえ、すんごいインターナショナルセレブリティ International Celebrity も豊で飲んでるなんて。ノミニケーションは Nominication やっぱり楽しいね。ああ、特に関西はね。んだ。 4. Senba GU Ken 千葉センタービル9号館地下2階にあります千葉自由軒さん。私がぞっこん惚れ込んだ大阪のカレーでございます。ドライカレーとも違う、まさにカレーライスをかき混ぜた感じのカレー。混ぜカレーって呼び名がふさわしい。初めの一口目はさ、んってなるんだけど、ビーフの効いたデミ系カレー。後からスパイシーな辛さがやってくる。続いてウスターソースをかけて生卵と混ぜ混ぜ。卵効果でまろやかさがプラスされ、カレーにコクを与えてくれる。この味が明治時代からあったなんて驚きですね。あ、そんな古いのこれ。
そうなの。そんな歴史の中でいろいろお家騒動はあったみたいですが。あるあるだね、飲食店のお家騒動ってのは。そうね。食べる側にしてみりゃ美味しければそれでいいから関係ないけど、ヒットメニューの開発者や創業者に対する尊敬は忘れないでほしいね。賛成。美味しいの楽しいの大好き。みんな仲良くハッピーにやれればいいのにね。賛成。 5. Manami Honmachi. Today's Katsu Curry. Hakugin Tae. オイラの日本三大カツカレーの一つがこちら。新店舗は初見山でございます、こういうタイプのカレーは北海道にないんだよね。甘いんだけども辛い。甘すぎかなとも思うんだけれども、スプーンが止まりませんね。これフルーツの甘さなのかな。そうかも。甘いけど冷じゃない甘さなのよね。砂糖甘くないっつうか。ほら西は比較的甘い料理が多いからね。大阪で有名なインディアンカレーも衝撃的な甘さで、飛び上がるほどの甘い料理ってのは大阪インディアンで初体験だったよね、でも辛さもあるからどんどん癖になっていくというか、不思議な魔力を持つカレーインディアン。そのインディアンも好きだけど僕はこうしましたよ的な感じに感じられる白銀亭さんのカレー。いや確かに皿とかカレーのタイプも似てるもんね。だよね。インディアンも美味しいけど甘すぎるんだよなと思ってた我々のかゆいところにめっちゃうなコアクールを塗ってくれた感じのカレー。わかるそれ。そしてこれですよ。やっぱりなんだってカツを乗っけてくれた。それが大事よね、あんた的には。そうさ、業界の大先輩であるインディアンに敬意を払いつつも、新しい大阪カレー業界の方向性を示した歴史的なカレーなのではないかと思います。ちょっと大げさかな。そうかな。このカレーは世界で最も愛されるカレーになるとおいらは思うけどね。そうかな。おいらが日本で好きな三大カレーの中では一番万人受けすると思うんだけど、だってこの白銀さんが一番辛くないから。確かに他の2軒はもうちょっと辛いかもね。でしょう、でも驚きましたね。昼は3人らしいけど夜はなんとワンマンオペレーション。ワンマンオペレーション。大繁盛店なのに単に人手不足なのかな。ねえ、こうしてくれたらどうすんだ。そっか。 6. Sumino A. Super Sumino A. 1でご紹介した天ぷら大吉さんのすぐそばだね。大吉の天ぷらを満喫した後のお楽しみはこちらでの整いでございます。美味しいものを食べて満腹状態でお湯の中でプカプカしているの最高よね。幸せの絶頂。いつもあたいの右側で屁こきまくるうっざいおっさんもいないし、もう最高。サウナ発祥の地、フィンランド式本格ロウリュを楽しめるイズネス中サウナストーブを導入してて、ロウリュが定期的に行われるから湿度の高いただ暑いだけのサウナとは違った効率の良い汗かき環境を実現してくれてますの。いつも屁こきまくってすいませんね。いやイズネス最強したサウナ力入ってたね。広々外気浴露天がすっげえ充実してる。雰囲気も純和風で雅を感じる露天スペース。いい整えいただきました。そして空いてる。そうなの。天ぷらとセットでぜひまた訪れたい施設ですね。大吉&サウナルーティーンいいわね。7. Daito Maru Shogyoza 10. アナログ日本もうさアナログ日本第2位の餃子が大阪に。予約を取るのが大変という餃子屋さんの予約を運よくゲット。驚きましたね。日本トップ2の餃子、宇都宮でも浜松でもなく大阪にございました。毎日3時から電話受付開始で、店のオープンは4時。餃子400円とビールのみという超専門店メニューでございます。意外とすんなり入れたし、そんな混んでる様子もないよね。他の予約の人が来る前に全部食べちゃったじゃん。
だって10分もいなかったでしょ。あ、そっか。小ぶりで薄皮パクパクいけちゃうタイプの餃子で、とっても大好物系ですね。あっという間にペロリンチョでした。食感はあれですね、パリでもサクでもなくブヨン系のレアなタイプの餃子。ニンニク生姜しっかりギンギラ系の餃子でございました。何個でもいけそうな餃子ね。いや、こうして歩いてみると餃子は宇都宮かと思いきや、なかなかどうして美味しい餃子は各地にございますんですね。あるある。餃子巡りも楽しいね。んだ。 8. Wumeda. Today's Katsu Curry. Watanabe Curry. 梅田駅前の大人気スパイスカレー。視聴者さんの推しもあり再検算でございます。ちょっとカツカレー2軒目だよ。反則。まあいいじゃないですか。なんたって大阪はカレー王国ですからね。そうね、ルーカレーもスパイスカレーも熱いわよね、大阪。車で走っててこんなにカレー屋さんがある街も珍しいね。ああ、そうだね。ラーメン屋並みの勢いでカレー屋がある感じ。5年くらい前に2人で来たよね。スパイスカレーの有名店ほとんど回ってさ。はい、びっくりしましたね。10軒以上回ったかな、スパイスカレー、なのにお気に入り追加されたのは1軒だけだったからね。ちょっとスパイスの使われ方がね、違うっていうか、まあ好みではなかったっちゅうことね。そうね。そんな時に実はこちらのお店にもお邪魔してるんですが、サラシャバシャバのスパイスカレーに多分2度揚げの分厚いカツの乗ったこちらのカツカレー、アクセントにはパクチーが乗ってます。パクチーカツカレーに？そう。いや、これが良かったっすね。爽やかでした。油の種類が異なる2度揚げの片方がラード揚げって感じなのかな。ラードの風味がほんのり香るカツなので、スパイスカレーに乗せても違和感なく仕上がってて美味しかったですね。ナイスカツカレーです。 Nice Katsu Curry. いやー、やっぱり大阪カレー熱いね。 9. Kyobashi. Fuji, France. 京橋を歩いているとフォトジェニックなスイーツたちを発見。本物のフルーツそっくりスイーツ。好きですね、この京橋の表と裏の二面性。渋谷と赤羽が線路挟んで隣同士みたいな、特におっぱいなスイーツにおじさん釘付けでございます。美しいですね。これ系はちょいちょいいろんなパティスリーでお見かけするけど、これに特化したお店っていうのは初めまして。ビジュアル系スイーツも美味しい京橋でございました。 10. Wumeda. Kohaku. 大人気フレンチおでんの有名店ですね。相変わらずすごい並びでした。初めて来た時はあまりにも行列がすごすぎて断念したんだよね。あれは何年前？千秋さんですか？大阪の方々にはベタすぎるお店かと思いますが、何回もこのバルチカに来てたんだけど、毎回行列がすごすぎてなかなか食べられなかったのでね。パパは一人で抜きがけ食いしたのよね。たまたまさ、ベッケンバウアーで大阪来たからね。そん時も1時間は並んだ。あたいは今回初めてなの。ほんとだ、すんごい美味しい。だろう。そもそもポルチーニ茸のクリームソースって美味しいソースだからね。でもそれが大根とこんなマッチするとはね。これは私ではないのかな。コンソメで炊いたお大根？これボーノね。あ、それはイタリアでしょ。あれ？あ、セボーンね、セボーン。セボン。こういうお店って楽しいよね。カジュアルにフレンチおでんってさ。そうね。でもかっちょいすぎるかな、私たちには。もっときっとね、路地裏とかのフレンチおでんならさらにいいかもね。確かに大阪駅のおしゃれゾーンじゃ浮きまくっちまうもんな。あだね。あた。 Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Kobe Kaiwai des. Otanoshamini. See you soon. 大阪はね、まだ20代の時だったと思うけど、当時付き合ってた彼女と旅行で来たことがあって、その時は2回目3回目ぐらいの大阪か。バンドのツアーでも来てるからね、タクシーに乗ったんだよ。
道に止まってドア開けてたからね、乗ったっけ、乗るんかっつったんだよ。いや乗るんかって運転手が言うの、はぁと思ってはぁボケじゃなくて乗るんかって言うから、乗らねえわっつって降りて、歩いたっていう思い。ボケじゃなくてそういうボケじゃないの？全く分かんないでもいきなり言われたらイラッとするね。超イラッとした。なんだろう。多分若造だったからじゃないかなと思うけど、分かんないけどね。あの頃は東京でも止まってくれなかったもんな、タクシー。景気良かったんだね。みんなもう週末の夜とか1万円札ちらつかせてタクシー止めてたよ。そうじゃないと止まってくれなかったんだよ、そんな時代。そんな好景気は一体どこへ？ねえ、っていうかね、お前タイでも一回タクシーの運転で揉めたことがあってね揉めますな。そのね、ちょっととっぽい空港にいるやつっていうのは大体やばいやつが多いんだ。で空港でたまたま乗ったやつが、ちょっとピアスとかしててちょっと生きってるやつで、して俺のちょっと拙いタイ語で、英語で言っても通じないからね、拙いタイ語で行き先を言うんだけど、聞き取れないっていうイライラした顔して、ああっていうわけさ、何回言ってもああっていうの、てめえこの野郎と思って、頭にきたけど、もうとりあえず目的地を言って、なんとかたどり着いたんだよね。してもう頭にきたら金をねバーンってぶん投げて渡したんだ、多めにね。したらなんか怒ってさ、それで、金を粗末にするのはどうしたこうしたって言ってるらしいけど、マンションのセキュリティのやつがそうやって説明してたけど、まあいいからほっとけっつって、俺はもうなんかガガガガ言ってるけど、任して帰ってきたっていうねタイで切れたのはその時だけかな。そいつだけはとんでもなかったね。だからタクシーの運転手はね、やばいやつがいるから、空港にはやばいやつがいるから気をつけてねって。特に女性はね、今はウーバーとか、なんだっけな、アプリでグラブかな、アプリで行くから大丈夫だけどね。そうだね。特に緑と黄色のタクシーはやばいよ。そうなの？やばいのがいるから気をつけて。ホテルの前では絶対にタクシーを拾わない方がいいよっていうのとね。ろくてないのばっかりいるから。なんかいいかもを探してる感じ。そう日本人をかもろうとしてるやつばっかりがいるから、ちょっと歩いてストリートで拾った方がいいっていう。今はほんとね、アプリがあるから。そうだね。変なのはなんかなかった。日本人だと大概ぼったくりでふっかけてくるからね、やつら。平気な顔してすっげえ嘘つくからね。バポンってストリートあるじゃん、有名な、今日バポンに行ってくれって言ったらね、いや今日バポン休みだよって言うんだよいやそんなわけねえべって。休みって何それ？そこまでして嘘。そんな。それで斡旋料をくれるソープに連れてこうとするの。なるほど。でバッポン行ってさ、分かった、休みかどうか一応確かめるからここで待っててっつって、見に行ったらやっぱり案の定ギンギンバッポンやってて、そのタクシーほっといてバッポンで遊んで帰ったっけ、ホテルの前で待ち伏せしてやがったんだよ。怖いね。で金払えてしょうがねえなっつって、その時の料金だけ払ったけど、まあそんなのお前嘘ついただろうだってとかってやりとりしてもめんどくさいから、まあ本当に安いからね、タクシー代は数百円の話だからね。そうだね。まあそれこそ配車アプリが今あるからいいけど、ね、日本のタクシーの運転手さんで英語が分かる人っていうのは本当に少なかったじゃんか。だから外国の人すごい困ったと思うよ。そうだね。だから Google のナビのアプリとさ、配車のアプリとかができたことによって産業革命だよね。それでこんなにインバウンドが日本に来るようになったんだよね。日本語難しすぎて、日本に行っても何もできないから行けないよっていうのが日本最高になったわけでしょ。そうだね、それはいいことだ。ありがたいこと。ありがたいこと。英語通じないしね。そうそう。地名だって。そうだよいちいち毎回ね、このビデオを編集するときにね、
地名を外人ナレーターに読ませるのに読み方が分かんないから全部調べるんだぜ。日本人なんですけどね。だって読めないんですもん。読めない。毎日読めないね。うん。本当だよね。旅してても標識の地名半分ぐらい読めないもんね。読めない。半分どころじゃないんじゃない？もう一回読み方ってググりますよ。そうだよね。俺たち日本人なんだけどね。ね。おかしいね。画素紙って書いてなんで我孫子？それは我孫子っしょ。我孫子？画素紙が？